参考にならないかもしれない自作 PC を組む適当な動画。時は来た。 PC ケースリアンリオ11ダイナミックミニスノーホワイト。電源リアンリ SFXL850W。 マザーボードアスロック Z690 スティールレジェンド D5。 CPU インテル i9-13900K。 GPU ASUS RTX 3090-24GB TUF ゲーミング M.2 コルセアフォース MP601TB。 CPU クーラーコルセア H100i エリートカペルクス。 CPU LCD コルセア LCD アップグレードアイス。メモリーコルセア DDR5 5200MHz32GB。 キーボードコルセア K65RGB ミニ 60%。 マウスコルセア M65RGB。 ケースファンコルセア LL120RGB×7。 これさ、ディアンリのケース電源 SFX だったんだよね。失敗したわ。 PC ケースコルセア 4000D。 電源コルセア HX1200i。 マザーボードアスロック Z690 スティールレジェンド D5。 CPU インテル i9-13900K。 GPU ASUS RTX 3090-24GB TUF ゲーミング M.2 コルセアフォース MP601TB。 CPU クーラーコルセア H100i エリートカペルクス。 CPU LCD コルセア LCD アップグレードアイス。メモリーコルセア DDR5 5200MHz32GB。 キーボードコルセア K70RGB MK2SE。 マウスコルセア M65RGB。 コルセア LL120RGB×4。 今まで使ってた元の PC をね、Ryzen 9 5950X で組みます。 PC ケースリアンリオ11ダイナミックミニスノーホワイト。電源リアンリ SFXL850W。 マザーボードアスロック B550 スティールレジェンド。 CPU ライゼン Q5950X。 GPU MSI レイディオン RX580 アーマー 8GOC M.2 WD ブルー SN500GB。 CPU クーラーコルセア H100i エリートカペルクス。 CPU LCD コルセア LCD アップグレードアイス。メモリーコルセア DDR4 3200MHz64GB。 キーボードコルセア K65RGB ミニ 60%。 マウスコルセア M65RGB。 ケースファンコルセア LL120RGB×7。 今回はね i9 の方をメインで作ります。なんだこの動画何の意味もない。まずはねマザボから Z690 のマザボに13世代の i9 の CPU はそのままじゃ載せられないんで BIOS アップデートから始めます。BIOS アップデートにはまず24ピンのこのコネクタに電源を挿します。で電源を挿して、BIOS アップデートを始めます。これ逆じゃね？気づいてないね。逆入んない。おっと気づいた。はい、これでね電源を挿してください。入った。はいでね、あらかじめ違う PC で USB に BIOS を取ってあります。最新ですね。でマザボの横にねフラッシュバックっていうねこの挿すとこがあるんでそこに USB を挿します。
ってね挿します。 USB メモリーはね 16GB もあれば十分です。っていうかすげえデータ量少なかった。で電源入れるとね LED が光るんですよ。この状態でマザーボーの横のフラッシュバックっていうボタンを3秒間長押し、そうすると点滅が始まるんで、離すとこう USB が読み込み始める。これどんぐらい待ったかな、3分とかそのぐらい待ったかな。あ、終わった終わった。これねちょっとね動画短縮させてます。3分ぐらい経ったような気がする。で次に CPU、 これがね LGA1700 って反り返りがあるらしいんで、反り返り防止のプレートをつけます。でもともとマザーボードについてるこの固定するところ、これ全部外します。危ないよ、これ触っちゃうと危ないよ。もうネジね緩めてあるのでね、こんな感じでこんな感じでつくんだよね。でインテルコア i9 新品で買ったんだけど高かったな。中身はこれ。いや失敗しないようにしないとね、高いもんだからね。で CPU をねマザボに置くときね、端っこに三角のねマークがあるんだよね。これすごいちっちゃいの三角、これねほら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 見える見える。この三角の位置を合わせます。で反り返し防止のプレートつけてこんな感じで、次に M.2 ここにつけようかなって思ったんだけど、こっちにつけちゃいました。これがね後々の失敗です。次にメモリー DDR5、 今結構手に入るのかな。メモリは挿す順番があるんで、順番っていうか場所ね、これうまくやんないとねデュアルチャンネルにならないんですよ。こんな感じ。マザボによって位置違うかな、わかんないけど。で次に CPU クーラー、これ i9 の13900にこれ冷やせるかなってちょっとね試してやってみたんだけど、結果は後ほど。で LGA1700 をつけるのにこういうアタッチメントみたいの、これ別売りなんですよね。これを買います。でもともとついているやつは使いません。で後ろにつけるプレートみたいなその X みたいなやつ、あれは使いますね。これ AMD のやつ、これは全く使わないですね。でマザボの裏を見るとこんな風に4つ穴が開いてます。で LGA1700 はちょっとね幅が違うんですよ。でこのプレートねネジが動くんだよね。だから追加でこういうパーツを買わなくても済む。で取り付けた感じ、こういう風にねアタッチメントみたいなやつを4箇所つけます。でねパソコンのねケースにこうもうはめたんですけど、なってきたね。どんどん進んでますね。でこれから、CPU にグリスを塗ります。こういったね
作業がちまちまやるんですよ。マスキングでねこういう風にやっとくとね綺麗に塗れるんですよね。マスキングは2枚重ねにするとちょうどね厚みが出てうまく乗っかるんですよね。ちょっとね鳥の糞みたいになってますけど、これグリスですね。こういう風にねちまちま塗っていくわけですよ。組み立ててからね塗った方がいいかな、わかんないけど、こんな感じでね綺麗に平らになってきたらマスキングテープを剥がします。どうまくいってるかね。ああいいじゃん、いい感じ。片手でやってるからさ、カメラを押さえながらやっててね変な指の動きになってますけど、こんな感じでねうまく塗れてます。で CPU クーラーこれ乗せてもう固定はしちゃったんですけど、ネジは結構きつめに締めておいた方がいいですね。で今回ね LCD のディスプレイつけるんで、このコルセアのね CPU のクーラーの上を外します。結構進んだよね。なんか結構速いスピードで。もう一箇所取ります。外すとネジ穴が4つ見えるんで、付属されているネジを入れていきます。結構強めに入れた方がいいかも。ここ確かね磁石になってるんで、取れないようにねネジで固定して LCD をつけます。配線これもうやりたくない、指痛くなんだよね。ケーブルをね延長したんですよ。見た目重視でね、なんでこんなぐちゃぐちゃになってます。で真ん中に見えるのはねRGB ファンとかね光るやつのコントローラーで、これがほんときつかった。でとりあえずこんな感じで組み立てました。 GPU サポートもね支えるやつこれもつけてます。どうですかね。もうゴールは目前。ただねついてる M.2 のメモリあれが心配したよ。位置だとね GPU 入らない。こんな感じでつくからしょうがないから上に移動してます。お、形になってきた。BIOS 上でねちゃんと読み込んでます。組み立ては成功ですね。メモリもデュアルチャンネルメモリモード、で次に OS インストール。とりあえず Windows 10から入れます。なんか Windows 10のなんかシリアルいっぱい持ってんだよね、なんか知んないけど。でとりあえずねこんな感じで進んでいきますね。ここまでいったらもう目前で、初回動かすとこんな感じでアスロックのマザボはねオートドライバーインストローラーっていうのが起動します。これほんと便利。勝手にね必要なドライバーをね探してインストールしてくれるんですよ。今回3つ。これを更新。もうどんどん進みましょうか。一応説明ありきの行動なんでちょっと遅くなってますけど、こんな感じね。次に IQ。 これはコルセアのファンとかを光らせたり、そういう RGB のコントロール、あとはファンコントロール、電源、すべてのデータ見れます。これ
設定したらこんな光った。ただね、このシステムで CPU がどれだけ冷えるかちょっと気になるよね。もうちょっとファンをつけたかったんだけど、つけるとこなくなっちゃった。これ以上冷やすとすれば、もう簡易水冷のサイズを大きくするしかないね。このケースだと多分これが限界だと思う。まあでもいけんじゃね。やってみよう。でね、電源を落とした時に RGB が光るんですよ。これマザボのこれうざいね。なので BIOS 上にてこの設定を無効にします。これね、単音オンボード LED ってやつね。これを無効。そうすると消えます。配線これまとまったでしょ。すげえ頑張ったよ。もう開けたくない。さーて一通り終わったかな。光り方はね別に後で設定すればいい。次にベンチマーク FF14 のフル HD 高品質。温度がね結構上がるんだよね。でも許容範囲。スコアはまああんま良くないような気がするな。最高温度84度。もうちょっと冷やしたいな。次に FF15 フル HD のオール高品質ね。これはねまあそこまで上がんなかったかな。どうだい？あ、上がってんじゃん。俺ダメだ、すぐ忘れちゃうやったこと。次にシネベンチマルチコアでテスト。これ8倍速ね。結構やっぱコア数多いから早いね。ただね CPU の温度嫌な予感がしたんだよ。やっぱり97度。いや高いな。でも100度いってないからね。まあこんなに負荷かけることないし。次にシングルコア。これも8倍速で見てます。いやシングルコアでもやっぱねインテル i9 のね CPU ってね P コア E コアっていうのがあってやっぱ強いね。CPU 温度63度冷えてるね。調子いい。で次 3D マーク。スコアはねまあまずまずかな。もうちょっと上げたいけどオーバークロックはしません。プレミアプロでの書き出しフル HD で約20分の動画を約5分でエンコードを終了。なかなかいいね。サブ PC の紹介です。これライゼン9の 5950X。 ファンがね7個つくこのディアンディのケース。すごい明るい。結構おしゃれだよね。正面からでもね中身見えるから。でなぜか RX580 が無操作についているという。これまだね制作段階でまだ決めてないんだよね。まあ上もファン3つ。ちょっと LED が1個消えてんな。後で直そう。まだねフィルムも剥がしてないからね。色はねちょっとピンクっぽくしたんだよね。エロい。下はねちょっと明るいね。で最後に、ちょっと写真で申し訳ないんですけど
CPU-Z の表示です。左が i9、右が Ryzen9 メインとサブです。これでねしばらくはパソコンは買わないと思う。ただね Ryzen9 の方の GPU はちょっと探したいね。 RX580 じゃちょっと非力かな。以上です。ご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。